皆さんこんにちは、西兄です。今回は今話題の早々のフリーレンという作品について深掘りしつつ、アニメ勢がこの作品を今の3倍楽しめるようにお話をしていくので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。それでは行きましょう。まずはじめに早々のフリーレンという作品なんですけども、アニメ勢と原作勢で結構賛否両論あったりします。原作勢は言わずもがな、神作品や最高などという声が多いものの、一方でアニメ勢の一部からは何が面白いのっていうような声も上がっているそうです。これは正直半分仕方ないなっていうふうに思っています。というのも、この早々のフリーレンという作品は放送前からめちゃくちゃ期待値も、上がっていて、それに金曜ロードショーで、初回2時間拡大の放送っていう異例のスタートを切った作品です。で、ここまで期待値が上がっている作品なんですけども、アニメを初見で見た人っていうのは少し戸惑うかなっていうふうに思ってます。で、このアニメを初見で見た人が少し戸惑うかなっていったところが、さっき言った、半分仕方ないなって言ったところにつながっています。めちゃくちゃ神作画のバトルシーンとかがあるわけでもないし、めちゃくちゃキャラデザが神ってるというような分かりやすい分かりやすさみたいなものが初見ではちょっと分かりにくい作品にはなっています。ただこの作品の良さっていうのは日頃からアニメを注意して見ている人なら、気づく人はいるんですね。じゃあこの作品の良さって何なのっていったところで言うと、それはストーリーとそのストーリーの構成だっていうふうに自分は思っています。この作品の構成は今までのアニメと違って、まずはじめに結果を描いています。通常のアニメであれば序盤で主人公が出てきて後半に向かっていくにつれてだんだんと盛り上がってくるようなストーリー構成になっています。早々のフリーレンを、このようなアニメの展開にして置き換えてみると、勇者パーティーが集まって魔王を倒すところが、クライマックス、そして最終回で勇者一行の凱旋があって終了というような感じです。でも今回の早々のフリーレンという作品はそのエンディングにも近しいところを先に第1話で描いています。これがいつものアニメと大きく違っているところです。そしてこの1話を起点に後続の話のすべてキャラの一言一句がこの1話、もっと具体的に言うと描かれていない勇者一行の10年間、さらにはフリーレンのこの涙につながります。なぜフリーレンがこの涙を流していたのかの理由、勇者ヒンメルとの10年間がフリーレンに与えていた変化を回収していくような構成になっています。与えていたとあえて過去形にしたんですが、これも明確な理由がありまして、これについてはちょっと動画の最後でお話ししようと思っています。話を戻しますと、2話以降が1話のために、あるがために、1話見ただけでは少し退屈な話でも、回を重ねるごとに早々のフリーレンという作品の良さが積み上がっていくというような構成になっています。なので日頃アニメのストーリーや構成に目を向けているアニメ勢はこの構成に1話の中で気づいてこの作品の良さに気がつきます。逆に言うとこの構成に気づかないままアニメを見ていると少し退屈な話に見えるかもしれません。そしてこの作品では勇者ヒンメルが死んで早々した後もフリーレン、そして視聴者の心の中に残り続けてフリーレンの行動の一つ一つが最初の1話の理由になっています。このストーリーの構成っていったところがこの作品を楽しむ上で一番大切なところかなっていうふうに考えています。これを頭に入れた状態で今後の作品を見るとより楽しめるんじゃないかなっていうふうに思っています。そしてもう一つ、早々のフリーレンを楽しむためのポイントがあって、それが、YOASOBIさんが歌うオープニングテーマ曲の勇者です。なぜここで YOASOBIさんなのかっていうと、YOASOBIさんはもともと小説や物語を曲にしていくというようなコンセプトで結成されたグループで、デビュー曲の、夜にかけるからいろいろな曲を作っています。そして最近になってアニメですね、それもしっかりとしたストーリーがあるようなアニメ作品のオープニングを担当していて、直近だと機動戦士ガンダム水星の魔女の祝福、推しの子のアイドルなどが、有名なんじゃないでしょうか。他にもビースターズの怪物などいろいろな曲があります。そして今回の勇者なんですけども、この曲の、歌詞に目を向けてみるとわかるんですけども、YOASOBIのコンセプトがもう大々的に出ています。この勇者っていう曲では、その歌詞の1フレーズの中に、それはかつてこの地に影を落とした悪を打ち取りし勇者との短い旅の記憶という一節があったり、同じ道を選んだそれだけだったはずなのにいつの間にかどうして頬を伝う涙の理由をもっと知りたいんだなど、この作品の物語を知る上でフリーレンの心情を知る上で重要な言葉がところどころに散りばめられています。そして一番最後の歌詞には、今更だって共に歩んだ道をたどればそこに君はいなくともきっと見つけられるというような歌詞があって、この歌詞に込められている思いそのものがフリーレンが旅を続ける理由になっているんじゃないかなっていうふうに考えています。こんな風にいろんな解釈を楽しみながら作品を見ていくと、
正直この作品を見た後にこの曲を聴くとボロ泣きしてしまうくらい、作中のキャラの心情を表している曲なので、皆さんもなんとなく聴いていたっていう人も多いんじゃないかなと思うので、ぜひね、作品のストーリーを意識しつつ、聴いてみてほしいなと思っています。そしてこの曲の歌詞をしっかりと解釈した上でアニメを見ていくと、なぜこの行動を取ったのか、なぜこのセリフを言ったのか、なぜフリーレンは涙を流したのか、などなどいろいろな想像を楽しめるんじゃないかなというふうに思ってます。早々のフリーレンめちゃくちゃ面白い作品なので、ぜひこれからも見ていただけたらなと思っています。そして最後になんですけども、この動画の冒頭で言った勇者ヒンメルとの10年間がフリーレンに与えていた変化なんですけども、1話を見てわかる通り、勇者ヒンメルが死ぬまではフリーレンは本来の長寿であるエルフの視点で物事を考えています。しかしヒンメルの死後、フリーレンはこのように涙を流すんですけども、フリーレン自身、その涙を流した自分がまるで自分じゃないかのように話が進んでいます。10年っていう勇者一行の旅はフリーレンにしたら人生の100分の1にしか過ぎません。でもアイゼンの言葉を借りると、たったその100分の1がフリーレンを変えていたんですね。ヒンメルの死と自分の涙をきっかけに、自分が10年前とは変わっているっていったところにフリーレン自身が気づき、その変わったわけを探し、どう変わったのかフリーレン自身が知っていく、そんな温かく感情を揺さぶられる最高の作品になってるんじゃないでしょうか。はい、ってことで今回は早々のフリーレン、楽しむためにっていったところでお話ししてきました。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。